ランニング YouTuber のカリブーです。このチャンネルではランニングシューズを実測と実装で忖度なしにレビューしています。今日はオンラインサイトで特にメンズサイズが売り切れているサロモンの S ラボジェネシス2を自腹で購入したので紹介していきます。公式サイトの在庫状況を見てください。在庫が残っているのは小さいサイズばかりです。メンズが履くサイズはほとんど売り切れています。お値段は28,600円。気軽に買える値段ではないですが、売り切れているのはなぜでしょう。カリブーがレビューしていきます。まず S ラボというラインについて、サロモンにはトップアスリートと一緒に作る S ラボという最上位のラインがあります。ラボ、つまり実験室の名前通り、ここで生まれた技術が後から一般向けのモデルに降りてくる、そういう位置づけのラインです。その中でジェネシスはレース専用でも超ロング専用でもない、テクニカルな山を速く走るための万能型として作られています。それでは開封していきましょう。じゃん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 。じゃーん。こちらサロモンの S ラブジェネシス2というトレイルランニングシューズになります。まずはシューズの見た目から説明していきます。男性ランナーの皆さん、このかっこよさ伝わってますか？これやばいですよ。普段僕サロモンのシューズあまり買ったことがなくて、今回このシューズレビュー用に購入したんですけれども、サロモンのシューズってこんなにかっこいいんですか？まずこのアッパーがかっこいいですね。で、靴紐もこの縛って留めるタイプの靴紐になっています。そして何よりアウトソールですね。アウトソールが重厚感があって、すごいおしゃれというか、エロさがありますね。これまた怒られるかな。30代、40代、50代の男性ランナーの皆さんにこれちょっと手に取っていただきたいなって、レビューする人としては思っています。スペックを見ていきます。価格は28,600円。交渉重量は 272g。実測は後のお楽しみ。厚さはかかとが 31mm、全足部が 25mm でドロップは 6mm。今のトレイルシューズとしてはかなり低めの薄い部類です。ラグの深さは 4.5mm。オールラウンドを名乗るシューズとしては結構攻めた深さです。アッパーは伸びないマトリックスマイクロ。ミッドソールは2層のオプティフォームとねじれを抑えるアクティブシャーシ。アウトソールは新設計のコンタグリップ。そして展開はユニセックスの一色のみ。実はこれが売り切れの伏線です。初代からの変更点は3つあります。1つ、ミッドソールがオプティフォーム2に、硬さの違う2層構造になって反発が上がりました。2つ、アクティブシャーシという新しい機構。簡単に言うと、靴のねじれをコントロールする骨格です。3つ目、かかとを下げてソールの幅を広げた。地面と接する面積は初代より 23% も増えています。人気だった初代を誰でも扱いやすく進化させている。それが2代目です。アッパーの素材はマトリックスマイクロ。よく見ると糸が格子状に走っています。これはケブラーの糸を織り込んだ生地。ケブラーというのは防弾ベストにも使われる切れにくい繊維です。最大の特徴は伸びないこと。岩に足を乗せてもアッパーが逃げない。トレイルではこれがそのまま安心感になります。サロモンといえばこのクイックレース。結ぶ代わりに引くだけで一気に締まります。余ったコードはベロのポケットに押し込んでおしまい。ほどけるという概念がありません。
履くときはかかとの輪っか、ヒールループを持つと履きやすいです。正直に言うと慣れはいります。細かいテンションの調整は普通の靴紐の方がやりやすいです。ただ山の中で泥だらけの手で結び直す場面を想像すると、この方式の強さがわかると思います。重さを測ります。25.5 センチ、片足です。交渉値は 272g、実測は 247g。交渉値より 25g も軽い。交渉値は大きめサイズの基準だと思いますが、それにしても軽い。しかもこの靴底にはラグと呼ばれる 4.5mm のデコボコがついていて、さらに足首から砂や小石が入るのを防ぐカバー、ゲイターまでついています。その装備でこの軽さ、さすがSラボです。サイズ感を確かめるためにインソールを抜いて幅を測りました。左がノバブラスト6、右がジェネシス2。どちらも 25.5 センチです。まず前足部、ノバブラストが 91mm、ジェネシスが 88mm、差は 3mm。正直誤差の範囲かなと思いますよね。次に土踏まずのあたり、ノバブラストが 80mm、ジェネシスは 71mm、9mm も細いんです。足入れをした時に土踏まずの側位がタイトに感じました。よくサロモンのシューズはこの部分がタイトに感じることが多いと言われています。サイズ選びの結論です。足の長さはいつもと同じサイズで大丈夫。ただし足の幅が広い人、特に土踏まず周りにボリュームがある人は必ず試着してから買ってください。このシューズはアッパーが伸びません。履いているうちに馴染むが期待できないタイプです。ここは正直に言っておきます。迷ったら試着。それが 28,600 円を無駄にしない唯一の方法です。実際に外で走ってきました。今回は砂利と荒れた舗装が続く林道系のコースです。まず接地感。スタックが低い分、路面の凹凸がそのまま足の裏に伝わってきます。クッションで守ってもらう靴ではなくて、地面を読んで自分で足を置く靴です。砂利の上では 4.5mm のラグがしっかり噛んでくれます。小石の上でも足元が滑る不安はありませんでした。スローモーションで見ると、着地のたびにラグが路面をがっちり捉えているのがわかります。蹴り出しの力が逃げません。落ち葉の積もった柔らかい路面も踏んでみました。こういう不整地で中足部のホールドが効いてきます。本格的な岩場や濡れた木の根は今回はまだ試せていません。そこはまた別の動画で検証します。正直に言っておきたいところが3つあります。1つ、ロードや林道が長い区間は結構足にきます。クッションで守ってくれる靴ではありません。2つ、これ一足でウルトラ。つまり100キロ級の超長距離レースまで走るのは脚力がある人向けの選択です。距離をクッションで稼ぐタイプではないので初心者の。トレランロング走には向いていません。3つ目、濡れた木の根はどんな靴でも滑ります。コンタグリップでも過信は禁物です。ここからが本題。なぜメンズサイズだけが消えているのか。メーカーの公式発表ではないので、ここからは僕の推測です。理由の1つ目、Sラボはそもそも数が少ない。最上位ラインはたくさん作って広く売る商品ではないからです。2つ目、ユニセックスの一色展開。箱を見ると同じ靴にメンズとウィメンズのサイズが併記されています。男女の需要が一つのサイズレンジを取り合うので、メンズの中心サイズから消えていく。3つ目、初代の評価がとにかく高かった。一足で大体の山をこなせる万能靴として名前が上がり続けたモデルの待望の2代目です。4つ目、地面を感じれるという期待感。厚底で反発を稼ぐ流れの反動でテイスタックの需要が戻ってきています。少ない生産、一つのサイズレンジ、待たれていた2代目。これが重なった結果があの在庫表だと思います。
まとめます。誰が買うべきか。向いているのは岩や木の根が多いテクニカルな山を走る人。足幅が細めから標準の人。厚底の反発より接地感を取りたい人。そして意外かもしれませんが、履いてみると安定感があるので、トレイル初心者の最初の一足としてもありだと思います。逆に考え直した方がいいのは、長距離のトレイルコースを走ろうと思っている人。クッションで距離を稼ぐ靴ではないからです。足幅が広い人。試着なしで買うのはおすすめしません。そして林道やロードの割合が多い人。この靴の強みが出ないコースです。サイズが戻るタイミングが読めないので、狙っている人は公式サイトの再入荷通知を登録しておくのが確実だと思います。この動画が参考になったら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画で。皆さん、今日もナイスラン！